どうも皆さんこんにちは、セフィです。今回はマインクラフトサーバーの必須プラグインを5選紹介していきたいと思います。必須といっても今から紹介するプラグインが使われてないサーバーもあるとは思うんですけど、ほとんどのサーバーで使われてるんじゃないかなと個人的に思ってるようなほぼ必須なプラグインを紹介していきます。ではまず1つ目がワールドエディットとワールドガードです。じゃあまずワールドエディットはこんな感じで機能ので範囲を選択してスラッシュセットしたいブロックでこのように指定した範囲内をブロックで埋めることができます。そして undo コマンドで一つ前の処理を戻すことができます。そしてリプレイスコマンドでは範囲内の指定したブロックを任意のブロックに置き換えることができます。今回は空気を石に置き換えました。そして walls コマンドでは指定した範囲の周りに壁を作ることができます。そしてブラシコマンドでは今持っているツールにブラシツールを割り当ててボクセルスナイパーのように球体のブロックをこんな感じに連続で設置することができます。これは地形や大規模な建築をするときにすごく便利です。今紹介したワールドエディットなんですけど、これの上位互換というか改良版でファスト Async ワールドエディットっていうプラグインがあって、そのプラグインを使うとメモリとか CPU の使用を最小限に抑えてくれるので、個人的にはそっちを使うことをお勧めします。でも現段階では 1.17 はベータ版しか公開されていないので、1.17 の場合は普通のワールドエディットを使ってもいいと思います。ということで次はワールドガードの説明をしていきます。ワールドガードはワールドエディットと同様で、機能ので範囲を選択します。今回はこの家を保護したいので、この家の端から端を選択しています。範囲を選択したら RGDefine 保護する場所の分かりやすい名前、今回は aiueo と入力しておきます。そしてスペース自分のマインクラフトの ID、 これで指定した範囲内を保護できました。ちゃんと保護できたのか別のアカウントでログインして試してみます。はい、今別のアカウントでログインしているんですけど、ちゃんと保護されている範囲内は壊せないようになっていますね。ドアも開けれないようになっています。で、範囲外の松明はちゃんと壊せるので、この家だけ保護がかかっている状態になってます。で、他にもワールドガードはコンフィグからすごく細かな保護の設定をすることができます。こんな感じでワールドガードは保護をするにはすごく使いやすくて便利なプラグインなので、必須プラグインといっても過言ではないんじゃないでしょうか。ということで次の必須プラグインはマルチバースコアです。このプラグインは一つのサーバーに何個でもワールドを作れるっていうプラグインです。このプラグインはサバイバルサーバーでもミニゲームサーバーでもほとんどのサーバーで使われているプラグインだと思います。じゃあ早速マルチバースコアを使っていきます。スラッシュ MV クリエイトワールドの名前、ワールドの種類、これを入力するだけで新しいワールドを作ることができます。じゃあ早速 MVTP コマンドで新しいワールドに TP してみます。はい、新しいワールドに TP できました。こんな感じで簡単に新しいワールドを生成することができます。MV リストコマンドでワールドのリストを見てみると、ちゃんとワールド2が追加されてますね。そしてマルチバースコアではワールドタイプにフラットを指定すると簡単にフラットのワールドを生成することができます。生成できたので MVTP でテレポートしてみます。はい、ちゃんとこんな感じでフラットのワールドが生成できました。他にもマルチバースコアはワールドごとにワールドの設定を細かく変更することができます。例えばこの8行目だと PVP の有効か無効かが設定できます。他にも難易度だったり動物やモンスターのスポーンの有効か無効かを設定できます。あとはマルチバースポータルというプラグインを一緒に使うと、ポータルに入った時に任意のワールドにテレポートするっていうことができます。次の必須プラグインはラックパームズです。このプラグインはパーミッションの管理を簡単にできるプラグインです。一応サーバーを立てた時に permissions.yml っていうパーミッションを管理できるファイルが生成されるんですけど、ちょっと使いづらいのでほとんどのサーバーではラックパームズとか他のパーミッション管理プラグインを使ってると思います。じゃあ早速ラックパームズを使っていきます。スラッシュ LP ユーザー自分のマイクロ ID パーミッションスペースセットパーミッションノード、このコマンドでユーザーごとのパーミッションを設定することができます。こんな感じでコマンドでパーミッションを設定することはもちろんできるんですけど、ラックパームズのすごいところはサイトで分かりやすくパーミッションを管理できるっていうところです。スラッシュ LP エディターと入力すると
こんな感じで URL が出てくるので、この URL を開いてください。左のタブにある Users からユーザーごとの設定を変更することができます。じゃあさっき追加したアスタリスク、すべてのパーミッションをデリートしてみます。そしてゲームモードコマンドだけ使えるようにパーミッションを追加します。こんな感じでパーミッションを入力したら右の Add から追加できます。そして左のタブのグループからは権限のグループ設定ができます。現在はデフォルトのグループしかないので、ちょっと新しいグループを作ってみます。グループネームはグループの名前、ウェイトはグループの優先順位、ディスプレイネームはグループの表示される名前、プレフィックスはユーザー名の前に表示されるテキスト、ペアレントが元になるグループ、サフィックスがユーザー名の最後に表示されるテキスト。今回僕は適当なグループを作るので、こんな感じに設定しました。これで Add グループをクリックするとグループが追加されます。そしてユーザーをグループに入れる場合は、このペアレントグループスのプラスをクリックして追加したいグループをクリックすることで追加できます。設定を保存したい場合は右上のセーブをクリックして出てきた URL をクリックしてコピーしコマンドに貼り付けます。これだけでさっきウェブサイト上で設定したパーミッションが適用されます。ではちゃんと適用できているか DOP して確認してみます。とりあえずちゃんと OP がなくなっているのでゲームルールなどのコマンドは使えないです。ではさっき追加したゲームモードコマンドが使えるか試してみます。はい、こんな感じでちゃんと使えました。そして他の権限は持っていないので LP エディターなどのコマンドは使えないようにちゃんとなっています。こんな感じでラックパームズでは簡単かつ細かく権限の設定をすることができます。あとこの前ラックパームズが原因でサーバーが荒らされているっていうようなのが話題になっていたんですけど、あれはラックパームズが悪いわけじゃなくて、スピゴット以外からダウンロードしてきたラックパームズだったり、二次配布されてるラックパームズを使っている場合だとか、割れプラグインを入れてるサーバーだったり、脆弱性のあるプラグインからラックパームズが改ざんされてしまったっていう感じなので、ラックパームズ自体はちゃんと安全なプラグインなので、そこは安心してください。4つ目の必須プラグインはチート対策プラグインです。なぜチート対策プラグインが必須かというと、チート対策プラグインを入れていない状態だとマインクラフトサーバーのチート対策はほぼゼロに近いです。一応申し訳程度のフライハック対策はあるんですけど、もうないと言っても過言ではないくらいのしょぼい対策なので、チート対策プラグインは絶対に入れるべきだと思います。チート対策プラグインってたくさん種類があったり、あとは PVP サーバー用だとか、そういうのもあるので、プラグインを一つだけ名指しすることはちょっとしないんですけど、いくつか個人的におすすめなチート対策プラグインを紹介していきます。じゃあ無料のものと有料のもの2つずつおすすめなチート対策プラグインを紹介していくんですけど、まず無料のチート対策プラグインでおすすめなのがノーチートプラスっていうプラグインです。これはすごく有名なので知ってる方も多いと思うんですけど、なぜこれがおすすめかというと、設定がすごく簡単っていうところと、あとはこれ昔からあるプラグインなので、プラグインの設定を解説している人が結構多くいるので、使いやすさっていう面でノーチートプラスはすごくおすすめです。あとノーチートプラスは PVP サーバー、サバイバルサーバーどちらでも使うことができます。そして無料のチート対策プラグインのおすすめ2つ目は気づきアンチチートというプラグインです。このプラグインは PVP とかミニゲームサーバー向きのアンチチートです。結構対策がしっかりしていてカスタマイズ性もあるのでおすすめなプラグインです。有料のおすすめチート対策プラグインは2つ一気に紹介します。1つが AAC というプラグインで、もう1つがスパルタンというチート対策プラグインです。 AAC はノーチートプラスの機能が増えたバージョンみたいな感じで想像してもらえれば分かりやすいと思います。スパルタンに関しては検知が少なかったり、あとはサーバーがあまりラグくならないのでおすすめです。まだ他にもたくさんチート対策プラグインの種類はあるので、気になる方はスピゴットで検索してみてください。5つ目の必須プラグインがアドバンスドバンです。これはちょっと迷ったんですけど、正直アドバンスドバンじゃなくても処罰関係のプラグインだったら何でも大丈夫です。っていうのもマインクラフトサーバーのデフォルトの処罰機能、バンとか IP バンとかキックとかできるんですけど、レイアウトがしょぼかったり、期限付きのバンができなかったり、バンされてる人のリスト表示が見にくかったり、いろいろとちょっと不便なので、処罰関係のプラグインは必須だと思います。じゃあ早速アドバンスドバンを使っていきたいと思います。まずは僕のサブアカをバンしてみます。バンコマンドの引数などはデフォルトと一緒です。
バンされると画面のような文章が出てサーバーから切断されます。このバン画面のレイアウトは設定から変更することができます。もう一度サーバーに入ろうとしてもバンされているので先ほどと同様の画面が表示されます。バンを解除する場合はデフォルトではパードンコマンドを使用するのですが、アドバンスドバンの場合アンバンコマンドを使用します。アンバンされるとちゃんとサーバーに入れるようになります。そして添付バンコマンドでは期限付きのバンをすることができます。使い方はスラッシュ添付バン、バンする人の名前、バンする期間、今回は30秒にします。そしてスペースを空けてバンの理由を書きます。これで30秒間バンできました。バンの期間もちゃんと30秒と表示されています。もう一度サーバーに入ろうとするとバンの期間が3秒減って27秒になっています。あとはミュートコマンドで指定したプレイヤーがチャットできないようにすることもできます。スラッシュミュート指定したプレイヤースペース理由、これでミュートできました。こんな感じでチャットしようとしてもあなたはミュートされていますっていう文章が出てチャットすることができなくなります。他にもアドバンスド版では MySQL にデータを保存したりメッセージファイルから全ての文章を変更できるため日本語化したりそもそもの文章を変えたりいろいろカスタマイズできるのでおすすめです。ということで必須プラグイン5選の紹介でした。何か質問などありましたらコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。